ポロロです。ドラマリビングの松永さん第4話を視聴しました。今回の話ではミコが松永さんに異性として意識してもらうために合コンを計画することに。にしても女性の皆さんって年上好きの方が多いですよね。では男性はというと、芸能ニュースを見ていると一回り年下の女性と結婚していることが多い印象を受けます。それに対して嫌悪感を示すようなコメントも散見されるのですが、本ドラマを視聴していると実は需要と供給が一致していて嫌悪するほどのことでもないのではと思ってしまいます。このドラマはフィクションですから現実的にどうなのかピュアな成人男性の僕は知る由もありませんが、皆さんはいかがですか？年上？年下？本動画は前半がストーリーの振り返り、後半がピュアな成人男性の感想で構成されています。ぜひ最後までご覧ください。ドラマについて最終話までストーリーの振り返りや感想を配信していくので、チャンネル登録もお願いします。ぜひ最後までご覧ください。1話の動画ではリビングの松永さんに出演している中島健人さん、高橋ひかるさん、向井浩二さんのお話をしました。合わせてご覧いただけるとより楽しめるかと思います。ぜひよろしくお願いします。前回ベッドの上で急接近した松永さんとミコは松永さんへの恋心を自覚し、それを友人たちに打ち明けていました。以前は年上であることやおせっかいであることを理由に否定していたのですが、今はもう写真を見せて自慢するほどにメロメロです。恋愛脳というやつですね。しかしミコは松永さんが自分を恋愛対象として意識していないことに悩みます。12歳という年齢差はあまりにも大きな弊害です。友人の一人真帆が写真を見てかっこいいと言いました。彼女が見ていたのは松永さんではなく亮。そこでもう一人の友人りっちゃんは合コンを思いつきます。ミコを含めた女子高生3人とシェアハウスの男子メンバー松永さん、鈴木さん、亮の3対3です。なるほど。合コンという場なら恋愛することを前提に松永さんとの距離を詰めることができます。妙案にミコは目を輝かせました。しかし帰宅したミコは再び意気消沈していました。どのように誘えばいいのか友人たちも言っていましたが、ミコの恋愛偏差値は低いのです。公式サイトで紹介されているその数値は驚異の3。このルックスでどうしてこうなった？一方の松永さんは鈴木さんの頭に膝を提供してイチャイチャしていました。亮のことも近くに呼び寄せはべらせます。そんな3人を見てミコは思案します。じゃあ鈴木さんや亮に声をかければいいのか。いや、そもそも交際相手がいたら断られます。そこで初めて松永さんにもそのような相手がいるかもしれないことに思い至ります。ミコは頭を抱えました。そんなミコを見て大貫さんが声をかけます。大貫さんに悩みを打ち明けることにしたミコ。それを聞いた鈴木さんが興奮気味に反応します。彼のチャラい脳みそはミコが合コンしたがっていると素早く、しかし的確に情報処理したようです。松永さんが眉根を寄せて参戦します。ミコ高校生だぞ。価値観が昭和の保護者である松永さんにとっては合コンなんて到底許容できるイベントではありません。鈴木さんと大貫さんは異議を唱えますが、相手は女子高生狙いのケンタロウみたいな男だとナチュラルに鈴木さんを否定します。悲しそうに眉を8の字にする鈴木さんのことなんぞ気にする素振りもなく、彼がダメな理由を並べ立てました。困ったミコでしたがふと思いつき、一人蚊帳の外にいた亮の名前を挙げます。友達が北条さんのこといいなって言ってて、なるほど、嘘はついてません。自分の恋心を隠蔽して友達を出しに使うという作戦でミコは話をまとめることに成功しました。しかし鈴木さんが余計なチャチャを入れます。なんと松永さんがミコに嫉妬しているというジョークを放ったのです。焦るミコ。でもどう答えるのか気になって仕方ありません。松永さんは少しフリーズしていました。ミコを押し倒してしまった時のことを思い出してしまったのでしょう。しかし年齢を理由にそれを否定しました。不機嫌になり、やけくそ気味に合コンへの参加を認めました。こうなってしまうと、もう松永さんを誘うことは難しくなります。結局、亮とその友人が合コン相手となり、ミコは頭を抱えることになりました。リビングに一人残った松永さん、合コンねと複雑な表情で独りこちます。合コン当日、松永さんは所在なさげにリビングをうろうろしていました。落ち着かないようです。服部さんから気になっても行かない方がいいと釘を刺されます。松永さんはそんなんじゃないと膨れっ面で強がりました。その頃ミコはカラオケボックスにいました。松永さんが来ていたらともしもの想像を膨らませています。残念ながら合コン相手の中に松永さんを超える魅力的な人物はいません。ミコは真帆の応援に徹するつもりでした。しかし相手側は違います。一人がミコの手を取りスキンシップを図ってきました。綺麗な手と褒められますが、心の底から嫌そうな顔をします。そこへ亮が割って入りスキンシップは中断しました。亮の心遣いにミコは感謝します。ミコがセクハラまがいのスキンシップを受けているなど知る由もない松永さんですが、気になって仕方がないその精神はもう限界を迎えていました。見かねた鈴木さんが松永さんに声をかけます。合コンに連れ出そうというのです。松永さんは健太郎が行くっていうならと育児のない強がりでついていくことにしました。しかし鈴木さんが松永さんを連れて行った先にいたのは大人の女性2人組。鈴木さんが連れてきたのはミコの合コンではなく自分たちが楽しむための合コンでした。松永さんは仕方なく付き合うことに酒を煽りながら初対面の女性たちにいかにミコがいい子か熱弁をし始めました。鈴木さんが聞かないでよ、酔ってるだけだからと女性陣に弁明します。しかしそれでもさすがの松永さん、店を出る頃には相手の一人が松永さんの腕に組みついていました。ところがそこに神様のいたずらが降りかかります。
カラオケを出たミコたち、通りがかった公園で松永さんたちとばったり出くわしてしまいます。腕に女性を絡ませた松永さんの姿を見て、ミコはショックを受けました。そして本音に蓋をして松永さんをなじります。ドン引きなんですけど、他人の合コンにはあんなに反対したくせに、慌てて取り繕ろうとする鈴木さんでしたが、松永さんがそれを遮ります。いいんだよ、俺たちは大人だから。しかし松永さん、それは説得力がありません。責任は自分で持てるとあくまで意地を貫き通そうとします。ミコはそれに反論します。私も自分のことに自分で責任を持ちます。だからもう子供扱いしないでください。それを聞いた松永さんは何も言い返すことなくミコを見つめます。その時、松永さんに身を寄せていた女性が彼に何かを耳打ちしました。すると松永さんは女性を連れていそいそとその場を去ってしまいます。松永さんはその態度を見てミコはたまらなくなりました。帰ると言い、その場を去ります。そんなミコをリョウが追ってきました。心配してくれたのでしょう。しかしミコはそんなリョウに感謝を伝えることもなく、少し言葉を交わしただけでまた歩き始めます。ところがその時のミコは注意力が散漫でした。前方不注意で他人とぶつかりそうになってしまいます。激突は避けられたものの、スマホにつけていたストラップが引っかかり、外れて落ちてしまいます。落ちた先は排水溝。幸い中は乾いていたのですが、隙間から指を伸ばしても全く届きません。そこでリョウが排水溝の蓋を外そうとしますが、びくともしません。ミコは近くに落ちていた枝を拾ってきて、排水溝に突っ込み、ストラップをなんとか引っ掛けようとします。リョウは必死なミコを見て、そんなに大事なもんなのと聞きます。そのストラップは松永さんからのプレゼントでした。見た目はピンク色のバネ。100均で買ったそれは、お世辞にもおしゃれとは言えないデザイン。他人から見れば、買い直せばいいだけのように思えます。それでもミコは必死に回収しようとします。松永さんからの初めてのプレゼント。そこには、物質的な価値以上の思いが詰まっています。ミコは手を伸ばしても届かないストラップに今の自分を重ねました。しかし諦めかけたその時、男の声がしました。何やってんだ。そこに現れたのは松永さん。いわゆるどこか休める場所に向かったわけではなかったのです。実は女性の耳打ちは吐きそうという一言だけで松永さんをタクシーを呼んで乗せてあげただけでした。排水溝に落ちたストラップを見て呆れたように、これ使っていたのかと言いました。しかしミコは素直に心を開くことができません。自分で何とかすると松永さんを遠ざけ、蓋を引っ張り上げようとしますが微動だにしません。見かねた松永さんは問答無用で手を貸します。いつも見せつけている筋肉の本領発揮。なお彼の肉体については原作で鈴木さんが鍛えすぎじゃねと引いていました。さて、筋肉がただのサービスではないことをアピールするチャンスです。ところが松永さんの力をもってしても排水溝は持ち上がりませんでした。リョウもミコも手伝います。懸命に引っ張り3人がかりでようやく少しだけ持ち上がりました。隙間から手を突っ込み急いでストラップを回収。しかしこの労力に見合うだけの価値はあったのか、松永さんは言います。そんなとりあえずのもんいつまでもつけてないでもっといいもん帰って。ミコはストラップを大事に握りしめました。私はこれがいいんです。松永さんがくれた大事なものだからとことさらに強調しました。呆れたようにため息をついた松永さんでしたが、少しだけ嬉しそうにそっかとつぶやきました。家までミコを送り届けると松永さんは飲み直すと言ってそそくさと出かけていきました。何しに来たんだろうと唇を尖らせたミコにリョウが言います。松永さん心配なんだよ。リョウは松永さんから届いたメッセージの履歴を見せました。合コン中におびただしい量のメッセージを送りつけていました。悪い店に行かないようにな。ミコ楽しんでるか。あまり遅くなるなよ。暗くならないうちに帰れ。ミコにお酒飲ませてないよな。ミコは元気か。カラオケか。ミコ男と二人にするなよ。変な奴はいないよな。ケンタロウみたいなやつとか。ミーコは大丈夫か。何かあったら連絡しろ。ミコは嬉しそうに微笑みました。松永さんは鈴木さんの働くバーにいました。鈴木さんは松永さんが合コンで何の成果も上げなかったことを残念がります。合コンはしばらく恋人のいない松永さんに対する鈴木さんなりのおせっかいだったようです。もうすでに恋でもしているとかという質問に松永さんは顔をしかめて何も答えません。そんな松永さんに鈴木さんは鎌をかけます。まさかミコちゃんだったりして。一瞬松永さんはフリーズしたもののそれを否定します。佐々木さんは小夏ちゃんなる人物の名を挙げ、まだ引きずってるのと問います。何言ってんだ。言葉とは裏腹に松永さんはまんざらでもない表情で答えたのでした。リビングの松永さん4話でした。ミコが初めて松永さんに歯向かった回でした。ところが雨降って地固まる。亀裂の入りかけた2人の仲は思い出のストラップを通して修復されました。ところで今時の高校生にとって合コンって普通なんですか。しかも相手は大学生。さらにそれも成り行き上のことで、本来は一回り年上の大人が相手のつもりだったのです。いやー、この年頃の女性は男性より精神年齢が高いような気はしていたんですが、気遅れせずに大人の男性との合コンに興じるとは、女子高生たちの恋愛に対する積極性は凄まじいですね。また今回は松永さんの過去にも言及されました。まず今回の合コンの席でも俺も心配してもらったしなと語った松永さん。3話では
彼がシェアハウスに入居したばかりの頃の様子が明かされましたが、その時のことでしょう。当時の松永さんを気遣ったのは先に入居していた鈴木さん。今回松永さんがあえて鈴木さんの名前を挙げることはしませんでしたが、鈴木さんは全てを理解している顔でうなずいていました。二人の間には信頼関係があるんですね。膝枕もしていたぐらいだし、ただしミコに手を出すことは絶対認めませんが、そしてこの夏なる元カノの存在も示唆されました。1話ではミコが遠回しに松永さんにも好きな人がいたのか問う場面がありました。それに対して松永さんは俺29だぞと明言を避けていました。きっとその時脳裏ではこの小夏の存在がよぎっていたのでしょう。バーでは鈴木さんが小夏の名前を挙げましたが、松永さんはあまり掘り下げようとはしませんでした。思い出したい恋愛ではなかったようです。最後の場面では一人部屋に戻った松永さんが机の中から1枚の写真を取り出して眺めていました。そこには松永さんと何者かがツーショットで写っていました。顔ははっきりと映し出されませんでしたが、大事に写真を撮っておくくらいには大切な人だったのでしょう。この後どのような形で物語に関わってくるのか注目ですね。今回はドラマリビングの松永さんの第4話を振り返りました。男性視点での感想が気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。いいねやコメントも大変励みになります。一緒にドラマや俳優さんを応援しましょう。TVer では見逃し配信が行われています。こちらは無料なので、ぜひもう一度どうぞ。Unext では定額見放題で配信中。見逃しすぎてしまった方、CM を挟まずに見たい方はこちらへどうぞ。初めての方は最初の1ヶ月が無料で見られます。僕も Unext で視聴しています。それでは次回もお会いできますように。バイバイ。